はい、というわけで今回は中町消防本部さんのこのタンク車を見せていただきたいと思います。はい、川野さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。私は、中町消防本部、総務課の川野と言います。川野さんは今消防歴何年なんですか22年、3年目ですね。すごい。大ベテランさんでございますね。もう階級もですね、もう司令補さんでございますので。じゃあ日頃は、消防隊の隊長さんとして出動されるみたいなことなんですか？そうですね。小隊長として出る時もあります。はい。あと機関員ですかね。あ、機関員もされるんですね。はい。中隊長さんはおられます？はい。当直の責任者さん。現場の責任者で。はい。どの車両に乗って火災行くんですか？今火災があれば中隊長はちょっと見えにくいんですけど、奥の指揮車に乗っていきます。そういうことですね。はい。中隊長さんは指揮車で、ここにはもう小隊長さんがそうですね。乗られる。うちがちょっと乗り換えで出るので、そういうことですね。これはタンク車ですよね。タンク車です。はい。でこれが現場に直近するんですか？現場に直近ですね。でポンプ車もあるんですかね？ポンプ車もあります。はい。だから2台ペア運用で。ペア運用ですね。はい。で奥もなんかタンク車っぽいのがあるんです。あれは何ですか？あれは今度入った新型のタンク車になりますね。新しく入った方なんですね。これはまだ運用開始してないんですか？運用開始はまだしてません。もう少ししてからになりますね。はい。そういうことですね。はい。何リッター？これはもう1300入ってますね。1300リッター水量が乗ってるってことですね。まあ標準ぐらいのレベルってことですね。あっちは？こっちがですね、大きくなって2500なんですよ。嘘でしょ？2500入ってます。嘘でしょ 2500？ この規模の大きさで2500って。でタンクはもうここですね。ここにあるんですか？はい。これタンクですね。じゃあここ式台目いっぱい乗せた上でここに？はい、そうです。うわ、ちょっとこれ分かりづらいかもしれませんけど、ありえないことですよね。そうですね。このでかさで2500乗ってるって。普通1500とかで結構よく出しとったらもう3分とかで水枯れるんですよ。そうですね。5分6分ぐらい多分持つと思うんで。うわー、すごい。でもこれはまだ運用開始されてない。これはまだ、はい。分かりました。じゃあ資機材もあんまり乗ってない、今はまだ乗せてないですね。はい。そしたらじゃあ資機材が乗っているこの車両を見させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。見てもいいですか？はい。ありがとうございます。どうぞ。じゃあ開けていいですか？はい、どうぞ。はい。開きました、皆さん。懐かしかです。こういう感じですね。ここに通訳用静止器具がありますね。ちゃんと最新版のやつですね。最新版のやつ。で、これは何ですか？プロポケットって言って、はい、ロープレスキューで使うような資機材をちょっと入れてます。ウェビングテープだとか、プルージックだとか。はい。そういうことか。これが2セット。はい、2セットあるわけですね。はい。で、後ろに空気呼吸器が2体ありますね。はい。ドレーゲル製の空気呼吸器。うちは30メガですね。30メガの容量が 6.8 リッターということですね。業界でいう一番空気量が入っている。はい。で、前にも埋め込み式の空気呼吸器が乗ってますね。これ明太ですか？それは明太なんですけど、一応予備で乗せてます。明太は個人対応してますので、はい。皆さん聞きましたか今？個人対応です。はい。すごっ。マジですか？後から見てもいいですか？はい。ちょっとなんか衝撃やな、中町消防本部。明太個人対応。これはすごいわ。マジか。そうよね、でも。空気呼吸器 29.4、6.8 で明太が個人対応となっているそうです。はあ、いい話をありがとうございます。これはちょっと待ってください。なんかもう見たことない形なんですよね、私が。ここにタンクの補給口、この水槽自体に補給するやつがここにあると。で、この辺ちょっと開けてもらってもいいですか？いいですか？どうなってるんだろう。おお、吸管こっちのタイプか。はい、センターですね。はい。先日はホースバッグに65ミリを2本入れてます。これに65が2、はい。と分岐ですね。はいはい、分岐が入れてます。ついている。ちょっと待ってください。もうめっちゃ今ワクワクしてます。なんか番号が書いてあるんですよ。そしてはい。一人の隊員がこれを持って家庭の方へ走ります。はい。で、うちは分岐より先に40ミリをつけて活動しますので、隊員がこれで1セットですね。ともう1つを持って家庭に走っていく感じですね。1人がこれ、あと1人がこれ。そうですね。でもう1人いますので、もう1人はこっちを。一線二口。はい。で65の分岐割っての40。はい。初動はこれですね。はあ、そういうことですね。はい。これ先はこれ何なんですか？なんかくっついてます？ストップバルブですよね。はい。要はここまでが筒先なんですよ、本当。でここにストップバルブをつけているのはなぜですか？
現場での点線の際にここで、水を切ってでここで離脱するという形になってます。もう大好きです。全部します？もしかして。ここは全部ついてます。マジか。すげえ。要はですね、1煎目出して2股で割って、はい、じゃあこれで消化しようと。で2本持っていったけどそこまでは使わんやったよ。ここの目はじゃあ OK ね。あ、ちょっと待って。こっちで火の回ったな時にホース届かんってなるやんか。その時にここをちぎって2本目を延長しないといけないわけですね。ちょっとこれしてもいいですか？ちょっとこれめちゃくちゃ大事なんです。で1線伸ばしてここから切るって感じですよね。そうですね。はい。はい。ここで放水をしよったと。でもちょっとこっちの面伸ばしたいよってなった時にこのホースが回るわけですね。はい。そしたらどうやって点線するんですかね、これは。まずここでオフにしますですね。ここに水が通ってるのをオフにする。はい。そしてでこちらを外します。はい。そしたらここにオフにしてるから水が出てこないってことなんですよ。はい、そして持ってきてたホースをここにつなぎます。でさらにこれをさらにつけます。はい。でじゃあ点線、私がこう待って点線しましたってなって、じゃあ OK 準備 OK ですってなったら、ここを開ければ水がぐーっときて点線先で放水ができるということなんですね。はい、これをしておかないとここでちぎらまってですよね。そうですね。ここまで戻らない感じです。隊員がいっぱいいれば、ここでも言えばいいんですけど、うちは隊員が少ないのでやっぱストップバルブを入れて自分でできるように。自己完結なんですね。一人で全部するんですね。一人ですね。これです。はい、これです。50人規模の消防本部さんで、何人で出動されますか？建物火災。12名です。12名。12名です。12名でもう炎上火災とかも基本対応するんですよね。大規模消防本部のようにいっぱい人がいないから、はい、その中でどう効率的にするかということでされているわけですね。はい、もう本当素晴らしいです。これです。これ結構前からなんですか？数年前ぐらいからですね。一つの火災を教訓に取り入れろうということになって動き出して。でこれその後に導入されたんですか？はい、そうです。ここで点線一人でできたらなっていうような感じで。この時点で分かりますね。レベルが高い消防本部さんということが。点線一つにしても過去から学んでるんですね。もう一回だけ次なかろうじゃなくて次やったらどうするっていうのでこれを導入している。素晴らしかったです。これです。これがプロです。ありがとうございます。はい。あ、上にするんです。上ですね。ちょっとハンマー取ってしまう。こうやって上にして曲げて。わかりますか？このね、こだわりの直し方がね、それぞれあるんです。これをですね、息をするようにできるっていうのが、この川野さんのすごいところで、よく訓練をされているからこそ、こうなんです。これを決めていくとですね、新しい職員とかが入ってきたりしたら、それをずっと教えていくんです。で、どんどんそれをブラッシュアップしていくと。それが、仲間消防本部ですよ、皆さん。休館がこのタイプなんですね。はい。この一つの休館で、どちらからでも一つで対応できる。自然水利が多いんですか？ここは。いや、うちの館内は自然水利はほぼほぼ取らない。消火栓ですね。消火栓、防火水槽もあまりない。いや、防火水槽も取る場合はあるんですけど、基本っていうか、消火栓が多い。消火栓ホースとかで取られることが多いですか？消火栓ホースですね。これが消火栓ホースかな。あ、ここにありますね。あ、なんかでかい。これ65ですかね？いや、70ですよね。なんかでかいもん。75で、これですか？はい、これです。口は一緒なんですけど、はいはい。これですね。でかいんですよ。これは多分65。はい。75、65やろ。65。口は65。これ65ですよね。このホースが70。はい、大きいんですね。で、これも65か。はい。これって普通に売ってるんですか？知らなかった。75です。これはですね、私普通に知りませんでした。結合部は65ミリホース、はい、でここのホース自体は径は75なんですね。はい、これもでも他の消防部は分からないですよね、あんまりね。分からないです。ちょっと3つ目ですね。65の結合部に75のそうですね、はい、ホース。私これも知りませんでした。これでも既製品やろうけんが。既製品ですよね、もちろん。はい、そうです。特注じゃないとよね。はあ、わかりました。ありがとうございます。これで豊富に水量が確保できるわけですね。ありがとうございます。はい、直し方もこうやってね、ワンタッチでできるんですよ。これ引っ張ったらすぐできるように。この後ろのペットボトルが気になったんですけど、これ何の役割なんですか？あ、これですか？はいはい。これは
水利調査行った時に、はいは開けたら水が溜まってたりする時あるじゃないですか。はそれを救うために吐吐き出す。い。で水利調査をしているというこの証拠ですよね。でそのままここ行きたいんですけど、これってこれは何のバッグなんですか？ホグネイル。ホグネイルシステム入ってるんですか？はい。出ました。アタックとディフェンスってどう違うんですか？ですね、アタックの方が放水距離で言えばこちらの方が遠く、ディフェンスは射程距離が短い。短いけれども高さは高く取れる。広角でバッ広角でバーッと取れる。これ先のあれが違いますもんね。形状は違います形がね、はいそのまま飛ぶようになってるのとそうです。返しでこうなってる。はい。あんなきっかけを作るやつ。ホグネイルハンマーですか。はい。ああこれか。これですね。あこれもこれもあハンマー。これもこれこれ絶対既製品ではないですね。これ自作ですね。ホースを切っただけですけど。こういうことでもねそう安全管理が消防士さんってそうなんですよ。これってうどういう時に使うんですか？ホグネイル。外から放水をするときに、刺して放水するんですけど、その前に壁に対してこれで穴を開けて、穴が開いたところでこれを、ねはい、ここにこう刺す。入れる。で放水をで出るんですよ。この系って40でしたよ。結構互換性があるからいいですね、はい戦術とも。わかりました。ありがとうございます。はい。あと奥にドア開放のツールがありますね。はい。針ガンとアックスのセットが。でこちらも一緒に持っていくんですかね。そうですね。はい。でそれを聞きたいんですよね。なんかこの火災救助のっていう風に言われてたんで。超ロープと、まあこれ簡易爆体ですね。爆体が入ってるんですけど、はい、うちの隊員は防火衣にウェビングテープを2本入れてて、でそれで三重萌えが作るような形が取れるように誰もがですねできるようにみんなに渡してますので。全員持ってるんですか？はい。すごい聞きました。なのでこれを使うっていうのは今のほぼほぼその時突然来るってことですよね。はい。なのでもう全員が持っとこうと。そうです。もうだからもうそれ用ですね。はい。なんか長さももう2階建てはいで取り残す血が折る時にこれとこれもしくは自分が持ってるウェビングはい。で救出をすると。はい。ああわかりました。ありがとうございます。はい。火災救助はですね普通のロープレスキューと違ってもう時間がないのでいかにシンプルにするかということでもうカラビナもついてますね。はい。カラビナもだから2個あるってことは先端と下の方はもう通さずにそうですね。足の横さら辺につけるってことですよね。はい、そういうことなんです皆さん。うわこれがホースカーですね。これホースカーですね。14本。14本。はい。これなんか初めて見ましたこのタイプ。三輪ですね。3つのタイヤがある。どう降りてくるんだろう。いいですか。はいお願いします。おおそういうことか。はい。ハンドルがついてるのこれアシストがついてるんですか？あはいそうです。アシスト。であとは3連はしごですよね。はい。とあれは鍵付き鍵付きですね。3連はしごと鍵付き。はい、上のしまい板の中には何が乗ってるんですか？コブラ。あコブラも入ってるんですか？うちは取り入れてます。あ屋外から放水して屋内から放水そうですね。してるように、はい、まあ、水流ベンチですね。水流を使って排煙熱気とかを出すやつが入ってると、何でも入ってますね。そうですね。すごいな。これ中継口はどこにあるんですか？あ中継口はちょっとバックで見えてないんですけど、この中にあるのか。ここですね。あここに中継口がある。はい、なんだこの形。なのでこれで中継口です。これ何のためにこれなってるんですか？これちょっと整理しますね。基本1本しかないわけですよね吸管が。けどこの1本じゃ水量足りんってなった時に上に吸管があるんですよ。でそれをここにつけるためにこの形になっとると。で例えば防火水槽にこれをつけとって水足りんわってなった時にさらにこれをつけてここのエゼクタをオープンすると。見てくださいここ見たことない文字中継口エゼクターって書いてある。でこれをオープンするとどっからかここにあるここにこれがあるエゼクター用のこの逃がしの配管があるわけですね。ここから逃がして不圧にして持ってくる。そして2本で給水する。これ普通なんですか？うちでは普通ですね。ちょっと待ってこれなんかよその本部はちょっとわからないんで。いや分からんですよね。いや見たことないです俺は。普通に消火栓中継するときはさっきのやつをつけて中継をもらうということですね。中継口この一般の人からしたら何の話か1ミリも分からんでしょうけど、いやあったとかなおい知らんだけかなじゃあもしかしたら。はいということでタンク車見せていただきました。本当に驚きの連続でした。なんといってもですねやっぱこの
過去から学んで次我々やったらどうするっていうのを全部こうアップデートされているのがすごいなと思いました。おそらくこの中町消防本部さんの土壌があれば新しいタンク車でもまたどんどん進化していくんじゃないかなというふうに思います。なのでこの消防士 TV が届いた消防職員の皆さん、いいところをですね真似していい活動ができるようにしていただきたいなと思ってます。火災が14件あってます。はい、うち、建物火災が9件で、うち全焼火災が4件ですね。4件、はい、14件中4件建物が全焼してしまっていると、はい、今になってもですねやっぱネタ箱であったりとか放火とかもですね全国的に多いですので、本当に気をつけてください。これからまた寒い時期に入ってきますので、火を使う機会も多くなると思います。火の元には十分気をつけてですね、火災が起こらないようによろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今回中町消防本部さんのタンク車川野さんに見せていただきました。これからも事故に気をつけて頑張ってください。はい、ありがとうございました。季節が同じ